昭和63年11月、昭和という時代が揺れ動く中、細野晴臣さんの新しい音楽への試みが日本民謡江差追分の歌声から始まりました。江差追分は全く偶然取り上げたんですけど、であの曲はほとんど拳でできてるものなんです。で拳というものは人類にとっては古い記憶の中に埋もれてるものだし、ですからこそアラブとかアフリカで聞かれるような拳もなんか共通したものがあるわけですね。で人類に共通したその感覚っていうのはある人々にとっては説明できない、ノスタルジックな感じを受けたり、あるいはゾクゾクしたりとか、そういう気分になるものだと思うんです。しかし今のような社会ではそういった拳、そういう古い記憶から切り離されて生活してる人が多くて、突然そういう拳を聞いたりするとどこかに連れ去られてしまうような、そういう恐怖感があるんじゃないかとも思うんですね。ですけど僕はそういう人々に、あるいは自分にもですね、拳を聞いてそういう感覚を思い起こしたいとこう思ってるんです。前半は良かったですね。前半や後半がね。あれは前のと差し替えてもいいし。前のは大丈夫だけどな。うん。この前のやつ。うん。細野さんは1978年 YMO イエローマジックオーケストラを結成。そのコンピューターサウンドはテクノポップスという言葉を生み出し、世界の音楽界に大きな影響を与え、1984年散開しました。 YMO 以前から今日に至るまで地図というものは僕にとっては世界を俯瞰する記号のようなものだったんです。で今でも僕は地図を眺めながらいろいろ旅をするのが好きで、それは言ってみれば心の中での旅に通じるわけですね。生理学的に言えば右の脳とか左の脳を行ったり来たりしたり、そうやって自分の中の異質な文化、あるいは外の異質な文化が交流するところに何か言葉にならない、未来の音楽が生まれる可能性があるという確信があったからなんです。細野さんの音探しはコンピューターディスプレイの数字と数字の狭間で行われます。細野さんは今回の音の試みの中で作ろうとしている新しいリズムにアラブ・アフリカの民族の旋律を融合させ、新しい音楽世界を切り開こうとしていました。最近アメリカの方でメロディー限界説という声がよく聞かれるんですけど、それは都市文明の限界を自ら表明しちゃったようなものに感じるんですね。で僕自身は音楽に限らず人間という存在には限界がないと思うんですね。でそれは現代社会の中の枠で考えていけば限界があるのは当然なんです。その枠の外に向かって飛躍していくっていう人間の本来の姿を見ると、これは限りがないと思うんですね。でそこと非常に民族的な音楽っていうのが密接に関わってるんじゃないかなと思うんです。
っていうのは現代のそのいろんな規制の中で作られてるポップスから外れたものとして出てきたものなんで、そう思うんですね。でアラブやアフリカの音楽もやはりそういう例えば右の脳で、感じるようなものであったり、そういうものっていうのは現代のポップスのような野心があったり順位があったりというものではなくて、何かもっと根源的なあるいは事実的といったようなそういう力があると思うんですね。そういう力が今出てきてるということは、これから先の90年代に向かって大きなヒントを持ってるとこう思うんですけど。パリを中心に起こったエスニックポップス、それは民族の伝統的なリズムやメロディーが欧米のテクノロジーサウンドと融合して生まれた音楽です。ジプシー・キングスはその代表的なグループで、ジョビジョバは世界中で大ヒットしました。アフリカ・マリの代表的歌手サリフ・ケイタはロンドンのレコード会社によって世界に進出しました。ロンドンでは従来のポップ音楽の範疇に入らないエスニックポップスをワールドミュージックという新しい言葉で表現しました。その中心的役割を果たしたのがグローブスタイルという小さなレコード会社でした。このグローブスタイルは現地の言葉で歌うアラブやアフリカのポップ歌手を発掘し、世界の音楽シーンに登場させたのです。Well, as one of my compatriots, or not compatriots, one of the other guys in the record labels, Joe Boyd, said recently, the problem Western pop music has is that a lot of it is based on American rhythm and blues, and it has gone about as far as it can go in terms of getting what it can out of the basic blues, rhythm and blues structure. So, because Western pop music is a magpie, it looks anywhere for influences. I think as people start to listen to more of these records, I think you'll find that slowly it will integrate. You've had the obvious. I don't think it'll be a big wave like it was in Britain in the 60s with blues, where you had a lot of white guys suddenly starting to actually play straightforward blues in their own fashion. アイルランド民謡の色を強く出し、ロンドンで人気のオイスターバンドもイギリスのエスニックポップスを彩るグループの一つです。アルジェリアの大衆音楽ライミュージックの帝王と言われるシェブ・ハレドはパリのエスニックポップスを支える一人です。アフリカ、アラブ、中国、ベトナムといったさまざまな移民の住むパリ。モンマルトルの丘の下に広がるアラブ系移民の町パリ18区はパリのエスニックポップスの中心地です。エスニックに彩られるパリの夜、力強く不思議な魅力に満ちたアラブ・アフリカの音を自分の音楽に取り込むために、細野さんはこのパリで音探しを始めました。最初に訪れたのはアラブカフェ。パリという都市の中でこうしてアラブ人たちが集ってるのを見てると、非常に僕には面白く感じられるし、また戸惑いも感じるんです。
それだけやはりアラブの人たちは生活力がパワフルだし、同時に排他的だとも思うんです。ですからフランス人が一人も入ってこれないっていう感じもあるんですね。そのパワフルな生活力っていうのはやはり音楽にも通じていて、彼らは今まさに彼らの伝統的な音楽と、それからフランスにあるシンセサイザーとか、あるいはごく少数のフランス人の物好きたちと一緒に音楽を作り出している、まさに発展途上の時なんですね。かたや日本での状況というのも全く切り離せないと、ここの状況と関係あるんではないかと思うんです。ザイールのスターパパ・ウェンバ。彼もパリを拠点に音楽活動を続けています。アメリカ公演を控えてのリハーサルが行われていました。パパ・ウェンバっていう人は非常に人柄が豊かであるということです。言葉は少ないんですが、存在自体が大地のような感じの人で、彼が言ってることですごく印象に残った言葉は、彼がどこに行こうとどこにも神様がいると、つまり彼の神様はどこにでもいるということが非常に印象に残りました。とてもシンプルですが深い意味を持っていると思うんですね。Non, ça n'a rien à voir. Vous aimez bien Ah ouais. Ah ouais. Juste ça. 全然関係ない。ああ、そうか。名前を書いたのを渡しとく。This my name. Ah oui. Argomi Osono. Merci. .パリ郊外の一軒家。細野さんはパリのアフリカ人に出会いたいと地下にあるザイール人たちの秘密クラブに入っていきました。1910年代あるいは20年代ぐらいのアメリカにいる黒人たち、彼らがこういう顔だったんじゃないかなと思うんです。そのアメリカの黒人たちは今顔が変わっちゃったと思うんですね。それと同時に音楽もかなり変わってきたと思います。で、僕が彼らの音楽に感じるのはパワーが足りないとこう思うんです。
でもパリにいる彼らの音楽っていうのは何か非常になんか誇り高さを感じるんですね。When you push, you get the regular one. When you push, you get quarter tone. 細野さんのパリでの試みは日本民謡とアラブの音との融合、さらに細野さんのリズムにアラブのメロディーを塗り込めるという2つの目的がありました。最初の作業はチュニジア出身のアコーディオン奏者のエサシオイワケへの音入れからスタートしました。僕はこのアコーディオン奏者に一目惚れをしてしまいました。で、このエサシオイワケを聴かせた時に、とにかく彼は非常に嬉しそうに OK してくれました。で、エサシとアラブという関係っていうのは泣きにしもあらずということだったんだと思います。そのあまりの見事さに、僕はしばし言葉を失ってしまいました。Oui. C'est bon? Ça baigne? C'est expérimental. Okay. So you want to work on which title now?パリでの一日、細野さんはギニアのコラ奏者モリカンテの家を訪ねました。モリカンテのこの曲「イエケイエケ」は欧米のディスコでのヒットをきっかけに世界中に発売され、モリカンテはエスニックポップスの大スターとなったのです。モリカンテっていう人は僕はレコードを通して聴いてました。で、その音楽的な方向性っていうのは非常にアメリカを意識したものだったんで、僕はそこをつっつきたかったということがあるんです。それは非常に今の
アメリカの音楽のリズムというものを意識してる。僕はその方向っていうのを理解できなかったんです。でも彼はこう言ってました。彼の家族や仲間、つまり部族に対して責任を持ってると。どうしても成功しなくてはいけないと。なるほどね。森カンテのね、リズムが最近変わったのはどうしてですか？リズムセクションが。Donc, si l'Afrique est à peu près, s'il faut le dire, le berceau de l'humanité, comme on le dit, l'Afrique doit être présente maintenant où le monde entier a besoin de paix, où toute la jeunesse du monde, partout, à Pékin, au Japon, à Moscou, aux États-Unis, partout dans le monde, où la jeunesse réclame le droit de vivre et le droit de la paix. Et la paix, elle n'est possible que s'il y a vraiment l'échange culturel entre toutes les sociétés de la Terre. Ça, c'est indispensable. C'est pourquoi moi, j'ai pas changé, c'est pas ma musique qui a changé. Car il faut que je vive maintenant l'événement actuel mondial. Il faut que l'Afrique soit présente. アフリカ人はとても知恵があると感じますね。しかし森カンテはそれ以上に彼の弾くコラで雄弁に彼のアイデンティティを語ってると思います。僕はパリでどうしても会いたかった女性シンガーがいました。チュニジアからの移民アミナです。アミナ・アナビ歌手。チュニジア生まれの彼女の母もまたアラブの民謡歌手。アミナは13歳の時にチュニジアからパリに移住しました。パリで欧米ポップスの洗礼を受けた彼女はパリのエスニックポップスの新しきシンガーとして注目を浴びています。細野さんは自分のイメージした曲にこのアミナのアラブ的な声とメロディーを入れることを考えていました。アミナというシンガーはパリっ子でもあるそのマルタン・メソニエという男が紹介してくれたんです。で彼は今やはりアラブ音楽に接近してで今アミナのレコードを作ったりもしてました。細野さんのリズムとアラブの旋律とが混じり合う日がやってきました。
Yeah. Il y a des trucs super pour, bon, ils font peut-être, tu vois, mais c'est bien. It's okay? 大丈夫大丈夫。Yeah? OK。OK。Ouais. 素晴らしい。細野さんはこの曲に即興の歌を入れてほしいとアミナに頼みました。Pourquoi ça te gêne? Ah ouais. Ça moche, moi. Je voulais l'avoir. I think that there is no place for me to sing if I hear them. Je me mets là-bas, là. Je bois encore un. جاني الهوى جاني الهوى من غير مواعيد يا ليلي يا ليلي يا. Faudra s'arrêter au fur et à mesure parce que je me souviens plus du tout. Say to me when you want, I cut it just before. Il faut que j'attende un peu pour chanter. Oui. Quand la ligne reprend. これのね、ベースラインがこれ16終わった後に、でいい。D'accord.僕は日本人として今まであらゆる文化を受け入れてきた音楽家なんですが、しかしアラブに関しては果たして自分が今度は受け入れられるかどうかということがテーマだったんです。ですから最初考えてたその異国的な軽い趣味ではなくて、ここまで来てしまったということは非常に重かったんですね。幸いなことにアミナは僕を受け入れたようなんです。パリでの試みのすべてが終了しました。パリはかつてないほど混沌としているように見えるんです。言ってみれば、エネルギーの渦が未整理のまま放置されているという感じです。そういうことは音楽を聴くとよくわかるわけで、アラブの音楽、アフリカの音楽、そしてベトナムの音楽、
そういったものがばらまかれてるっていう感じがしますね。おそらくそういうことは音楽の国境という意味でも、あるいは経済の国境という意味でも、1992年の一子統合ということが大きな意味を持っていると感じます。細野さんは音の試みの舞台を再び東京に移し、パリで録音した音を聞きながら細野風江差し追い分けを模索します。細野さんが思い浮かべていた曲の一つが徐々にその姿を現し始めました。プリオシーヌと名付けられたこの曲に民謡のコーラスが入れられます。ごめんなさい。カウント入れようか。じゃあ入れときましょうか。どうやって入れようか。じゃあね、声で入れちゃう。僕向こう行って。はい、練習はいらないです。1、2、3、はい。っていうわけで、ちょっとテープに取っちゃったんで。はい、入ったかな。もう一回流してみます。多分ね、そこね、小説の頭で入ってくださると綺麗にいくと思いますけど、その前まではダラーンダラーン。パリから帰ってみると、日本という国はとても管理が行き届いている、そして一見秩序が非常によく保たれているという印象を持ったんです。しかし同時に混沌というものがすぐそこまでやってきてるという確信もあったんですね。現に僕はパリから混沌を自分の中に閉じ込めて持ち帰ってきたわけですから、そういう中でいろいろな思いが渦巻いたんです。特に日本の文化状況への疑問なんです。一体このままで何か生まれていくのだろうかという危機感です。そういう時に僕一人ではもちろん何もできない。ですから民謡の人々と交流してみたり、いろいろな試行錯誤っていうのを今後90年代に向かって続けなくちゃいけないと、こう思ってるわけです。そういう時に自分自身への疑問、そして回答っていうのがテーマになってくるわけですね。そういうような気持ちでプリオシーヌという音楽、これは静けさということがテーマなんですけど、そういうところに入っていったわけです。
指定の海、プリオシン。私は今、その海のようにとても心静かです。誰もそれとわからぬところで時の流れが変わってきたような、そんな時代に生きている私たち。うすうす気づいたとき、浮かれた気分にも沈む気持ちにもなれません。そこには踏み外すことのできないバランス感覚を要求されている。それでいて平凡な道が続くだけです。しかし、その厳しくも平凡な道はいつの間にか私たちを未知なる太陽感覚へと導いてくれるはずです。そしてそれは、まゆらぎの先導するクジャクの道なのだと言います。細野さんは今回の音の試みの原点ともなっているアラブの世界をこの目で見てみたいと旅立ちました。最初に訪れたのはモロッコ。モロッコは断食の時、ラマダンを迎えていました。人々は夜明けから日没まで一切の食べ物を禁じられ、その生活を1ヶ月間続けねばなりません。コーランという響きを聞くと、日本で聞く場合とても異国的な響きに聞こえるわけですね。ところがモロッコで聞いたコーランというのは非常にある種の厳粛さを伴っていて、入り込めないものだったんです。非常に戒律が厳しい象徴のようなものなんですね。しかしそのコーランっていうのは1000年全く毎日のように同じ響きを拳ですけどそれをうなってたわけですが、それと同じものを今のエスニックポップスっていうのは引き継いでるわけですね。そこになんか断絶というものがないということは非常に僕にとっては羨ましいことでした。いくらだろうこれ。How much? How much? 100. It says $50. $50. What's that? Same. これ買うかな。タガダというグループは、パリのアラブ人に比べるとより伝統的な音楽をやってる人たちですね。モロッコという国はやはり多少アフリカ寄りの音楽、それからよりスペインの色が濃いんですけど、そういう意味ではどこにでもあるというような音楽ではないんです。
素晴らしい。リズムを聞きたいんですけど、試しに。هو اسمها حوز كيف انت مثلا كيف素晴らしい。素晴らしい。日本ではよく本音と建前と言われますけど、本音というのは本当の音と書くんです。ですから音楽のようなものかもしれないと思いますね。ということは音楽というのは本来嘘がつけないものだと僕は信じてるんです。逆に、この200年間で築き上げてきたのは、建築物のような建前であるということも言えますね。そういった家に住む人間の心そのものは本当の音楽を希望しているはずだと思います。こうしてみると本音というのは本能や直感に出す、根拠がないというか名前を持たない意識の知恵かもしれないんですね。建前っていうのは、文化経済の形が変わっていくように変わっていくんですが、本音というものは人類の響きとしてずっと、音楽脳とも言われる右の脳に鳴り響き続けるものだと思います。それを今まさにエスニックポップスの中に僕は聞くことができるんですね。それはだから今のブームで終わるわけではない、ずっと鳴り響く人間の響きということが言えるんじゃないでしょうか。古代エジプトの首都でもあったルクソール。かつてテーベと呼ばれたこのルクソールには、王家の谷として有名な歴史を彩った王たちの墓と数々の神殿が残されています。エジプトという国は僕にとってはとても重要な入り口の国です。この国の持つ歴史を投資してエジプト文明の以前の時代、つまり宇宙神話に続く道が開かれていると思っています。そして何よりもこのルクソールは僕の夢見の国なんです。古代からの無数の墓がいろいろ広がっているその光景は全く夢の通りでした。そういった山の地下の方にさまざまなレリーフがあって、もちろん音楽に関するレリーフも豊富でした。しかし最も印象に残ったのが目です。いろいろな形の目というものが歴史をずっと見てきたような、そういう印象を持ったんです。僕が目自身になって何が見えるかという、そういうつもりで歌を書いたんです。
一回撮ってくれますか？アンダドゥーラという曲は、ルクソールでアイデアがまとまったんですけど、一言で言えばマヤ・アステカっていうような、南米の、古い文明とルクソールのあるエジプトの古い文明との出会いをつなげたような歌なんですね。なぜそういうものが出てきたかというと、それはある意味では自分と世界との関わり方なんです。そこまで古く遡らないと、自分のアイデンティティというものが探れないと思ったんです。そういう意味で、目というのは象徴的に自分を導いてくれたと思ってます。新しい音楽作りに挑戦した細野さんは、その成果を披露することになりました。奈良県吉野郡天川にある天川大弁財天に細野風江差追分けを奉納することになったのです。そのリハーサルが本庄秀太郎さんと共に始まりました。ガムランは普通ゴングでユニゾンでやるんですか？あれみんな一緒に。そうですね。うわ譜面がある？ないこれ。奉納の日がやってきました。この天川大弁財天社は芸能の神様として知られ、細野さんにとっては安らぎの場でもあります。この日は本殿の落成で数々の奉納の神事が多くの人々の見守る中、厳かに行われました。奉納の舞台が始まりました。細野さんはアラブで買った民族楽器カヌーンを細野風江差追分けの響きに加えたのです。
秀太郎さんと話したんですけど、その時本庄さんが民謡はお座敷から出なくてはいけないと言ったんです。僕はその時民謡だけではなくて日本の音楽も一度出なくてはいけないと思ったんです。ではどこに行くのかといえば、僕はすぐ砂漠をイメージしたんですけど、ある人にとっては海かもしれないと思います。でも今僕は音を吸い取っていくようなそういう不思議な熱い砂の響きにとても強く憧れるんです。ここまで来るとやっぱり過去の今世紀の2000年とさらにもっと遡った5000年という時間を考えちゃいますね。ちょっと今まで辿ってきた、アラブを含めた世界中のワールドミュージックとか、そういう音楽の根本っていうのはさらに今世紀の初頭、もっともっと前、2000年前、もっと前、5000年前、そこまで辿って考えなくちゃいけないんじゃないかとそう思うんですけど、そうしてみると今民族がこぞって先祖返りをしてるようなそんな感じがするんです。スローバックしてると。それはラテンでもそうだし、ヨーロッポイドもモンゴロイドもアングロサクソンもそれぞれの過去に向かってルーツを求めていると。なんかそういうことが非常に今大事なことのように思います。僕は顔も心もモンゴロイドですけど、そういう人間でさえこういうとこに来ると歴史を通り越してもう過去のシンプルな時代の地球的ななんていうんだろう、生命力というか、そういうものを直にこう考えながら僕の場合は音楽を作ったりとか、あるいは聴いたり、あるいは人と出会ったりとか、そういう気持ちになりますね。いつかパリも東京もこういう景色になるんでしょうか。僕は砂を持って帰ります。